ヨーロッパの片隅で雪を大浮く風勢が天に触れ、レが永遠の神秘を映し出し、何千年もの秘密があるプースの風にささやかれる。それはまるで創造主の手で彫刻されたかのような場所。ようこそスイスの経由へ。地図では小さな国。しかしその美しさは一り知れない。国ごとに、ジャンごとに、一の誰ごとに壮大なるシンフォニーが奏でられている。想像を超える景観がひっそりと隠されている。ここでは自然が神の作品を釣り上げた。これらの山々の巡行には何があるのだろう。禁断の日々が過去を語るのだろうか。スイスはほんの一部釣りのものしか知らない巫女を抱えている。しかしこれらの形式をただの美しさ以上にしているのは何なのか。そこには物語がある。自然と共に生きる人々の物語。氷の洞窟に隠された秘密の物語。そして崇高なる存在の前にだけ感じられる平和の物語。最後まで共にしてほしい。レッチは今始まったばかりだから。このドキュメンタリーではスイスの逆動する魂を映し出す10の景域を巡る。草原なアルプスの地から創造のシーのような鳥まで地を越えて住む村出しを通り抜けていく。ここでは自然はただの背景ではない。注意なのだ。この場所を貸し作った神の完全なる記号の生きた可能性。そしてこの理の中であなたは知ることになる。スイスがその粗暴さと強さでいかにして美と教材の正誤となったのかを、より大いなるものと再びつながるための招待状を、共に歩む一歩一歩が世界を新たな縁差しで見るきっかけとなり、大地の鼓動を足元に感じる理となるだろう。蜜月ブルジの体験に備えてほしい。山間、川、そして森が見える世界を超えた物語を語ってくれるだろう。心に吹く森を、深い国を越え、想像を決する高みへと登っていこう。よしと一緒に永遠の真実と風景に託してささやくこの国の水戸を届き明かそう。始める前にチャンネル登録はもう済ませていますか？さあ、それをしておけばこの冒険の一瞬も見とまさない。そしてこのアートに訪れるのは言葉よりも沈黙が深く語る場所。天の花香が描いたような完璧な冬を想像してほしい。世のベールのように流れ落ちる竜を扱えて、それが私たちの最初の目的地だ。そして約束しよう。あなたはこれから目にする光景を信じられないだろう。だがこのほとんど神がかり的な指の背後には何が隠されているのか、私と共にこわもう。この鳥の次の一歩にその答えが待っている。ラウタブルーネン、ルイのカシス。ラウターブルンネンへようこそ。まるで神の夢が描いたような船。スイスアルプスの中心で自然はとも純粋な具を嗅ぎす。想像してみてください。天正の将の彼のようにそびえ立つ理の弾が潔癖。その中からは72の竜がとのベールのように流れ落ち、魂をいずめるささやきを空気にづかせる。経済と音が共に踊る場所。ラウタブルンネンはただの国ではない。生きた傑作なのです。スタウバツは竜のような流強い水流が300メートル近い高さから落下し、
地面に届く前に物へと変わる。まるで大地が呼吸しているかのように位置ごとに命を吹き込んでいる。そして周囲にはベルナループスの国をパヌククゼリが全てを見守っている。まるで骨の秘密を守る守護者のように。ここを歩くことは創造の重みを感じること。一部ごとに山々に向き渡り、汗は溶けた雨季の眠たさを運ぶ。地元との人々はこの国を神の残り物と呼ぶ。創造主が最も繊細な芸術を披露することを選んだ場所。それを信じるのは難しくない。夜の話が草原をたずり、牛たちは静かに血をはみ、中の音が永遠のメロディーのようにチュンくこの光景を目にすれば。けれどもここにはそれ以上の何かがある。目には見えない何かが。この場所の歴史そのものが一つのペドである。ヌシシモノギ、ラウタ・ブルンネンは外の世界にほとんど触れられない古核の隠れ家だった。その竜は山奥の廟号から焼き出し、死と変化の物語を語る。科学者たちは何千年にもわたってこれらの水が埴をsinづくったという言う。しかしここに立てば全てが神のひらめきで一瞬に捨てられたように感じる。そして目の前にはこの埴の象徴スタウバッパの竜がある。物がベルのように立ち盛り、太陽が空中にそゆを戻らせる。あなたは思わず問いかけるだろう。どうしてこんなに壮大で同時にこんなに精密なのか。その答えはこの場所のシンプルさにあるかもしれない。自然が踊り合うのではなく調和しているという仕事に。ルフ一つ死一つ光のキマ一つまでもまるであるべき場所に完璧に配置されているようだ。だからウータブルンネンには目に見える美しさ以上のものがある。これらの竜の力には秘密の洞窟があると住民たちはささやく。それらは矢の下に隠された世界へと続く通路だという。果たしてそれは本当に存在するのか。それともこの国が娘し出す神秘から生まれた伝説なのか。不気味を進める中でさらに多くを発見することになる。なぜならこれはまだ序章に過ぎない。ラウター・ブルンネンは私たちを立ち止まらせ、周囲の完璧さを見つめるよう保ってくれる。そしてこの腑にの沈んだ空気を吸い込むとき、あなたの内側で何かが変わる。大地との神とのより大いなるものとのつながり。しかしさらに高く盛ればどうなるのか。フラがテクに触れるような場所へと向かうとき、私と共に歩んでほしい。次の目的地は世界のティトへとあなたを導く。そこにはあなたが必ず見るべきものがある。ユングフラウヨッホ、ヨーロッパの提唱。ラウタ・ブルンネンの竜のささやきを圧にして歌に触れる準備をしよう。これから向かうのはユングフラウヨツホ。標高3571メートル、ヨーロッパのブギューネとも呼ばれる場所。スイス・アルプスがそびえ立ち、先をすたむような美とと力が広がる場所。エディは山の内部を這うように進む列車から始まる。それはまるで自然に噛む人間の牙よ。車窓から見える景色は瑠璃の国からまばゆい灰陰の屏風へと変わり、空気は薄くなり、まるで別世界へ足を踏み入れたかのよう。
令場に到着した瞬間、目の前に広がる景色は言葉を使うほど。アレッチ廟号、アルプス最大の廟号が永遠に続くビョリの川のように広がっている。それは頸髄の音で満たされた世界。風だけがウキュキュを冠したクジレの背穴を踊る。この場所はただの山ではない。それは創造の聖母。ユングフラウメンヒ、愛画の三部が並び立ち、まるで神の傷病のように景観を見守っている。スフィンクス展望台からは軍が足元に広がり、面の海のようにたばっている。深く機械を使ってみてください。ここの空気は澄み切っていて、微力人生にさえ感じられる。晴れた日にはドイツの森やフランスアルプスまで奏たせると言われている。だが何よりも胸を打つのは、まるで世界の果てに戻っているかのような感覚。そこでは大地とフラが完全な調和で出会っている。全長23キロのアレッチ氷河は死の証人。手中にも重なる氷の層が過去の時代の物語を抱えており、科学者たちはその秘密を解き明かそうとしている。スイスの人々にとってそれは永遠の象徴、死の流れに振るい続ける自然からの贈り物。だがユングフラウヨツホはただの展望地ではない。この矢の地下にはビョールの光点が存在する。ビューガの中心につられたトンネルや彫刻たち。そこを歩くことはまるでうごりついた夢の中へと森を踏み入れること。光がビョールの枯に反射し、ほとんど超自然的なまびらきを放つ。そしてその中を歩くと心の中に一つの問いが浮かぶ。どうして自然はこんなにも壮大なものをしどれたのだろう。地元の人々はこう言う。ここは神があるプースをしどった後、アリラギの場として残した場所。神の魂が山も拾っていると。それは本当なのか？その答えはこの景色を見つめた時に感じる静かな平安の中にあるかもしれない。ユングフラウヨツホは高さ以上の意味を持っている。それは心の高みなのだ。果てしなさの中に神を乱ね、時間を忘れ、永遠なるものとつながるための招待状。太陽が夜に反射し、すべてを黄金に染めた瞬間、あなたは気づく。これはまだスイスの奇跡の始まりに過ぎない。だがこの高みを音にし、邪魔ななと羽を横断する道へと進んだ時、それは中陸さえも浮かうような理地の始まりとなる。次なる目的地では伝説の列車に乗り込み、気を飛ぶような風景に出会うことになる。私と一緒に進もう。そこにはさらなる驚きが待っている。グレイシャエクスプレス、アルプスを拓歴。ユングフラウヨツホの高みをガルにし、今アルプスの中心を感じく冒険へと離立。ようこそグレイシャエクスプレスへ。スイスでとても有名な列車はツエルマットから山盛りつつを結び、まさに動く時のような旅を提供する。創造の最も壮麗なスタを目にする準備を。列車はゆっくりと下り出し、パノラマ層の向こうに広がる世界がつしと変わっていく。勢いたく山窓から深い海へ。総輪と地を越えたかのような竜の歌詞が退す風景。スイス全体が
紙の守備によって書かれた一枚の会話のように目の前を精勤しているようだ。ダルは8時間以上続くが、ここでは時間の感覚が消える。高さ65メートルの弾圧に家かるラント・ブアッサー高架車王はまさに光学の傑作。顔につられたかのようなアーチが蔵へと伸びている。車輪の音がこだまし、株ごとに景色が変わり続ける。それは覚えみなく送られる驚きのギフト。ルトの途中に現れるロヌ氷骨は太陽の光を受けて瞬き、列車はトンネルと山目視を塞ぐように進む。西91の橋と91のトンネルがこの地にせぐりを添える。その一つ一つが自然を征服するというより、自然と完璧な調和で踊る人間の物語を語っている。縄の外を見てください。ジャンマブに寄り添うように住むムヌラマナー、木造のシャレとキュッツをいただくビカネ。ルチュヌの木装地で層をしかむユーたち。霊の糸が身に届き、まるで別の時代の平和が訪れる。これがスイスの本質。野生と経済の完璧なバランス。だがグレイシャーエクスプレスには景観を超えた魔法がある。動いているのに時間が止まっているかのような感覚。すべてのキロメートルが創造の永遠を見つめる小大小。スイスの人々はこう呼ぶ天国へのポー。そしてあなたもすぐにその意味を理解することになる。列車が2033メートルのオーバーアルプ総樹を越えると、水平線が無限に続く山間の海となって広がる。フラと靴が一体となり、思わずこう思う。これ以上に完璧なものを誰かが見たことがあるだろうか。その答えは心に満ちる経済。それはまるで神のささやきのように。この理はただ目で見るものではなく、心で感じるものでもある。グレイシャエクスプレスは単なる列車ではない。それは人間と自然を結ぶ酒かしゅう。目的地ではなく、道の途中に美しさがあるという証明。やがて太陽が沈み始め、アルプスを黄金に染めるとき、新たな奇跡が近づいてくる。次の目的地は、まるで天を映す毛のようにソミビョルク。刑事が支配するその場所には、ほとんど知られていない秘密が隠されている。私と一緒に進んでください。次に訪れる場所は、スイスの魂の奥深くへと、あなたをさらに引き込んでくれる。ルツェルンコ、スイスのただ。グレイシャエクスプレスに別れを告げ、私たちはルッツエルン城へとやってきた。それはスイスの魂を映し出す誰の神、ピラトウス、山やりぎ、シャマといった強大な山砂にたぐまれたこの太刀は、競技と光と火が知りなす天と種が一つになるブドタの制御。この太刀を進むことは夢の中を怒鳴るような体験。カナは静かな睡眠を優しく切り、残る後期もすぐに清えていく。
白鳥たちはまるで夜更けさを守る守護者のようになる。特にアルプスの山々がそびえ、何を見守る永遠の犯人のよう。澄んだ空気には小判の森の香りがたがう。ルツエルンチュは美しいだけではない。そこには生きた歴史がむだかづいている。ジュはベツギスやフィツツナウといった村名を女子。そこには木造のシャレが道並び、素朴で調和の取れた何世紀もの暮らしを物たげる。ワグナのような詩人や芸術家たちもこの地に心を加われ、魂の避難所として神の完全さの小玉をここに見出したと言われている。そして世界に入るのがルツエルンのカペルタシュ。ヨーロッパ最古級の木造写真の一つで、色とりどりの話にさられ、中止の他に守られている。鳥の両腕をつなぐその差しはまるで死を塞ぐ溝のよう。スイスがいかにして過去と現在を顕著に融合させているかを静かに飾っている。だがこの水の深みにこそさらなる秘密がある。ルツエルン角には秘密が隠されている。地元の行師たちは古代の伝説を語る。ナブヌの奥深くには神話の生物が住むとも。一方で科学者たちは言う。このタグは数千年前、病後によって形成され、使われた世界の可識を今も隠しているのだと。真実か神話かにかかわらず、ここには何か神秘的な鼓動が確かに存在している。監督してみてください。山生の映り込みはあまりに完璧で、どこからそれでどこまでが大地なのかわからなくなるほど。これは立ち止まり、呼吸し、見つめるための招待状。スイスの人々はこの木を国の心臓と呼ぶ。そしてそれを感じた瞬間にあなたも理解するだろう。ここは創造そのものが柄を見つめるシーンなのだ。だがこのルーツエルンコドの巨族系さは果てのでも終わりではない。太陽が澄み、湖面が黄金に染まる頃、次の危機が私たちを呼ぶ。次の目的地は死が止まったかのような村。山間と伝統が語りかけてくる。全く異なる物語の敵。引き続き生にこわもう。次にこずれるその地はあなたをさらに深く驚かせることになる。ツェルマットとマッターホールン、スイスの夢。ルツエルンコスの静かな睡眠に別れを告げ、私たちはマッターホルンの里に住む村、ツエルマットへ向かう。標高4人成長78メートル。この山はただの塔ではなく象徴である。創造の未言がそのまま金となった存在。時間が止まったように感じる場所へようこそ。ツエルマットに足を踏み入れると、まるで生きた会社室の中に入ったかのよう。ここでは車は走っていない。向くのは中の女と馬の体が事情を打つと音のみ。話で絞られたバルコニー月の木造し屋根が谷の国に並び、背景にはまったホルンが白いシルエットで蔵を突き刺している。マッタホールンはただの山ではない。それは伝説。ほぼ完璧なピラミッド製の姿は何十歳にもわたり登山家たちに挑戦を突きつけてきた。1965年、富士の登頂成功は悲劇で終わり、7人中4人が転落死した。今でもその山丘には自然のよもみを語る小玉が残っていると言われている。ラックス鉄道に乗ってサンテ・デ・セイテ19メートルのゴールナグラとへ登ると、冷たい風が顔を切る。その高みからマッタホールンの陣の擬容が現れる。
屏風と木の古びるに囲まれたその子はまさに神にし、深い静けさの中、大地の鼓動が聞こえる気がする。まるで山そのものに命がしっているように。だがツエルマットは山だけでは語れない。その通りには古き伝統がパシづいている。黒火のやめの霊の音とフォンデュやホットチョコレートの香りが混ざり合う。この村はそば草の中に創造の巨人のダトにチュキルという眉弦を秘めている。日の出とともに舞ったホルンを見上げてみよう。その知恵が金色に染まり、一瞬山が燃えているかのように見える。スイスの人々はこう語る。ここは神がアルプスを創造した後、九州のマバとしてごした場所。あなたはそのエネルギーを感じ取れるだろうか。だがまだ探索は終わらない。シューブアルツゼ、フドイクまで歩いてみよう。マッタホルンの陸にあるそのドゥドゥには、その子が新鮮なほど完璧に映し出される。地元の漁師たちは、ルテを守る精霊の物語を語り、フゼはモキルの芸を吹き抜け、その言葉を確かめるかのようにささやく。そしてこの広大な世界に神を連ねていると不思議なことが起こる。足がゆっくりと流れ始めるのだ。ツエルマットとマッタホルンはただの場所ではない。それは永遠とつながる体験であり、このスイスの地をこたづくった自然の力と対話する瞬間。ところで、もしこの景色に心を奪われたのなら、ぜひいいねで内を伝えてください。マッタホルンは今も秘密を抱えている。その斜面には絶対的な距離と手を伸ばせば届きそうな巣が広がる隠されたコーナマがある。一歩進むごとにその壮大さとその力で静かに生きる人々の謙虚さが浮かび上がる。そして塵が手を章に染めるその瞬間、あなたは気づく。この山はただの顔や日和ではなく、死を超えて語りかけてくる創造の章なのだと。だが今、私たちは山的を離れ、虫を飛むような資材で大地を染め上げる黄金の淵へと向かう。次なる目的地は生きた夢のような場所。ぜひ一緒にその奇跡を見に行こう。父のこの黄金の船。ドネダイなマッタホルンを音にして、私たちはスイスの男へと向かう。そこでは気候が変わり、風景が黄金色にめらき始める。ようこそ低地のへ。アルプスに埋め込まれた地中海の一辺のような宿。ここでは風に揺れるヤシの芽と足は温める太陽の下、うが湧いている。ティチノはスイスにおける魔法のようなコントラスト。目がぐいをたく山を凝るなら、ここで春がの子が不動だに張られた秋と、まるでイタリアの会話から出てきたような萩桜の村原を映し出す。空気にハードルチェ・ブイタの香りが洗い、アルプスの涼風と混ざり合い、想像の中で唯一無二の調査を生み出している。ロカールノの街を歩けば、陽光に包まれた広場で活気ある市場が広がっている。コーヒーや焼きりの香りが空気に満ち、ピアツツアグランデでは笑い声とグラスの音が瞬く。それは
自然と文化が飽き合う場所。まるで金が二つの世界の水量を混ぜ合わせたかのように。種の上に変通、マドンナ出るさっその聖堂まで登れば、その亀は向きを痛むほど、軽くすぬんだ誰と、鳴に振らわれた山身が一つになり、太陽の金色の光がすべてを天絶のように染め上げる。ここは君陸地と言われているが、訪れる者は待ち、何か神聖な気配を感じるという。そしてそこにはベルザスカ谷の部がある。山々の田に隠された秘密のような場所。そのエメラルド色の合流は地の時まではっきりと見えるほど飲み切っている。ポンテ・デイ・サルティ、バローマ時代のリレンアーチ最初で、まるで過去への飛びのように谷この横切り、あなたをこの手つかずの池へと誘う。低地のは風景だけではない。それは生きた歴史でもある。隣国イタリアの影響を色濃く受けたこの州では、イタリア語が話され、忠実のムヌララの文化が今も増し続いている。ユネスコ世界遺産にも登録された賞を有利するベリンツォーナのように、この地の意志意識がかつての戦や王たちの物語を囁いている。だが今ここにある平和こそが人々の心を打つ。ブドウテンとオリブのメキノア県を走る商品を歩いてみてほしい。太陽がシトを優しく照らし、ノリのさえずりと地のざわめきが心を占める自然のシンフォニーを奏でている。まるでティチのそのものが創造からの贈り物。命を吹き込む大地があなたにも席を合わせようと語りかけてくるようだ。そして西洋ガールガの地をオレンジに染める頃、あなたは気づく。この州こそスイスに隠されたポーモヌ。細部にまで神が来るそも。今、私たちはこのけかな水弁をタトゥにし、大和かなに描かれた鼓動する都市へと向かう。さあ、準備はいいですか？次なる目的地はスイスの鼓動の中心へとあなたを連れて行く。ベールン、川と矢に描かれたと。一度の黄金城の分盛りを後にして、私たちはスイスの中心へ向かう。そこには金と馬に守られた秘密のような首都ベルンがある。ここではエイレ君がエメラルドのリボンのように街を抱き、中時の風景があらゆる角に歴史と軽けさを吹き込んでいる。ユネスコ世界遺産に登録された旧世界の敷地上を歩けば、時間の流れがゆっくりと感じられる。左舷のアーケードが自然のトンネルを作り、そこにはおとぎ花の中から現れたかのようなカフェや店が並んでいる。舞い上げればツイットグロツゲ実際にタトゥが中のインと踊る人形で塩キャン。荒れ川はベルンの高し、そのすぬんだ流れは秋のリクリと空の頃を映しながら街を駆け抜ける。下には人々がその流れに神を任せ、まるで自然の一部になったかのように潜ぐ。人と創造が共に学うベルンという街を象徴する調和の湖。無料を巻き上げればミュンスター大聖堂。このゴシック建築の他は高さ100メートルを超える時の塔体、実現と心を導いてくれる。その階段を登れば周囲モコン、
写経するハワン、そして遠くにそびえるアルプスの守護者たちがカンタセル。そしてこの町にはもう一つの象徴がある。ルニダ。12世紀からこの動物はベルンの歴史に寄り添い、町の如地の由来にもなった。アーレ川のほとりにある牛公園ではその子を面金に見ることができる。この地とその生き物との深い結びつきを思い出させてくれる。それはまるで神が与えた調和のよう。ベルンは過去だけの町ではない。ここにはスイスの一界があり、国の未来を制作る決断が下されている。それでもこの町にはほとんど声なるうろろけさとも呼べる文やかさがたぐっている。それは自然の中にある霊と受け継がれる歴史に目指している。バラゲンを歩けば200種類を超える花の香りが心を満たす。荒れ浜の西洋の眺めは魂に触れるほど美しい。遠くに染まるアルプスの山々は静かにその瞬間のうさんさを語りかけてくる。それは想像が伝えてくれたシンプルなトゥロセの感謝の時。そして街を歩く中で身を潜ませばあちこちにある本水から流れる水の音が聞こえてくる。100を超える本水にはそれぞれに物足りがあり、例えば正義の源は静かなる守護者のように立ち続けている。ベルンとはラ強さとセンシーさが共存する街。それは大地が与えてくれた贈り物。ところでこのぶやかさがあなたの心に届いているなら、ぜひコメントで感想を教えてください。なぜならベルンにはまだまだ見どころがあるから。活気あふれる市場や市場にむさく過去の声。この歴はここでは終わらない。では文やかなベルンを離れ、次はまと川にたぐまれながらも命がまだ打つ舞ゆえ、歴史と革新が交差するその場所へ武漢をいぎそましてほしい。次の目的地はスイスの心臓部チューリッツヒ。鼓動がこめかるほどの驚きがあなたを待っている。チューリッツヒ、スイスの鼓動、ここに。十字のしどけさに包まれたベルンを後にし、私たちはチューリッツヒへとたどり着いた。ここはスイスがエネルギーと実で満ち溢れる場所。チューリッツヒコニのほとりに広がり、リマート川にかぼかれたこの都市は自然、歴史、そして現代性が融合する魔法の交差点。その鼓動は道理や評判の全てに向いている。まずはバーンホフ通りから。世界で最もエレガントな通りの一つ。ショーウィンドウにはスイスの宝石や地スキが芽吹き、空気にはホットチョコレートの香りがてらぐ。でもその線を見てみてください。中立庇護には遠くのアルプスが映り込み、そのぶやかな水面は地の活気と美しい対比をなしている。旧式アルト・シュータットに足を踏み入れれば、そこはミルのように入り組んだ領地と色とりどりのキュリアシが学ぶ。グロスミュンスター教会のショーダは過去を見守る犯人のようにそびえ立ち、フラウミュンスターのステンドグラスにはシャガルが書いた取材が仮とともに踊る。
ミュンスター市を渡ればリーマと川の流れが足元と抜けていく。白鳥が優雅に放り、トラムの音が水銀と重なり眩く。それは都市の協奏曲。近代の喧騒と自然のそそけさが美しく調和している。リンデンホフの木に登ってみよう。そこから眺める景色はまるで会話のよう。野はチウのように声吹き、赤い物音がモザイク模様を描き、遠くにはアルプスのクジナヌが静かに見守っている。かつてロマの宅があった場所は、今では地を越えるクレラギのオアシス。チューリツヒは歴史だけの地ではない。それは未来も生きている都市。グローバル金融の中心地であり、最先端の技術が昔づく場所。テクノラマでは科学が生きた試験として体感でき、クンストハウスにはピカソやモネの作品が並び、一匹ごとに時代をつなぐ。中立非建築へ向かえば、そこには新しい命がいざる。かつての工場がギャラリーやモダンなバーへと生まれ変わり、音楽と笑い声が空気を満たす。貝城だった建物に若いエネルギーが命を吹き込む。それは中立比が金を生きながら巣からのルツを大切にしている章。そして木日がたまにを染めるその時、川が静かに水面を蹴り、蔵はオレンジ色に染まり、それが湖面に反射してまるで生きた会話のように広がる。スイスの人々は中立比を経済の心臓と呼ぶ。けれど、この景色を前にすれば、その鼓動は自然と共にあることが心で感じられる。ユートリベルク山に登ってみてほしい。市内からほんの数分でたぶりすける中立比の山。ザントブを登り詰めたその線、標高870メートルの陣からはクックアルプスが一望できる。澄んだ空気が肺を満たし、この賑やかな都市ではめったに出会えない経済が広がっている。5番になって春のさざめきに身をかぬけてみよう。カモメが低く飛び、山の香りを運ぶ風が家をなでる。9になれば中立比の街はクリスマスマーケットで壁焼き、シナモンの香りと光の分盛りが寒い日々さえも魔法のように積み込んでくれる。ところで、もしこの都市のエネルギーがあなたに届いているなら、今のうちにチャンネル登録を済ませておきませんか。次に待つ感動を見通さないために。というのも、中立比にはまだあるんです。部外の市場には地図やチョコレートが並び、まるでスイスを一口ずつ味わえるかのよう。ゼクセロイテンヒコーソン訪れてみよう。ここでは古い伝統をなぞる祭りが図れる。例えば春の訪れを告げるブック林教のカジョリ。この都市は過去を狂いながら未来を抱きしめている。そのバランスこそがスイスの魂を終部にまで映し出している。そして太陽が地平線に沈み、ルが金白に染まる頃、あなたは気づくはず。中立比は唯一無二の存在だと。自然と共に生きるメトロポリス。だが、次に私たちが向かうのは都市の鼓動ではなく、
竜と山が針の物足りをささやくクンス。その好奇心を大切にしていてください。次の目的地は向きを富むような規制の場所なのだから。グリンデルワルト、アルプスの夢の花。チューリッヒーの鼓動を後にして私たちはベルナ・アルプスの中にある夢のような船グリンデルワールトへ向かう。愛がヤブエッターホルンのような冥風にちぎまれたこの地では自然が圧倒的な存在感で支配し、想像のもとも純粋で壮大な子を目の当たりにすることができる。グリンデルワルトに到着するとまるで別世界に足を踏み入れたような感覚になる。花でくなられたバルコニー付きの木造シヤレが船に点在し、牛の霊の音がジャマモに吹き当たる。逃げたい空気にはネチョの香りとルクデケドゥスの匂いが混ざり、アルプスはまるでこのミハの亡国を見守る守護者のようにそびえ立つ。ゴンドラに乗って2068メートルのフィルストへ登れば心臓が高まるのを感じる。そこから見えるのは白煙の風とバテリの国が知りなす壮大な景色。2800メートルものケピシを誇るアイガヘレスが全てを支配する。登山家たちはそれを私のカラリと呼ぶが、どこから見るその子はただただ魅了されるばかり。山木に向って伸びるクリフウォークを歩いてみよう。原始の空間に死をしたむがアルプスのすぐそばにいるという体験は言葉にできない。霊が強く吹き抜け、遠くで竜の人が祝く。この船の湯船に命がなしづいている。それはまるで創造の永遠の三角のよう。そして目にするのがグリンデルワルト氷河。その氷の車は山々を下り、太陽の光を浴びて下った川のように輝く。科学者たちは毎と誤体しているというが、それでもこの船を何千年もかけてし続くった地下の章であり、大地の歴史を語る生きた遺産。氷河によって削られたサモトゥ・グレッチャーシュールフトへ入ってみよう。木製の不動がそびえる剣皮のギダをもじき、豪米とともに落ちる竜が原始の力を感じさせる。物が立ち上り、マムクドはまるで永遠のささやき。それは何か重厚な存在とのつながりを感じさせる。下にはグリンデルワルトの草原がイーデルワイスやマガレットで絞られ、渓谷の下に話の上段が広がる。マネリツヒエンなどの展望地へ続くトレイルを歩けば、ベルナ・アルプスのパノラマがどこまでも続く。それは大自然の中で名所になることを許してくれる死の小台帳。そして冬になればこの船は木の空園へと変わる。スキーヤーたちが斜面を陰足のように刈りしょり、興奮と笑い声が空気を満たす。
バイオに包まれた山までは一然として美幻に満ちていて、まるで機械ごとに背を変えながら想像が新たに生まれ変わっているように見える。さて、村に降りてそこにすしづく伝統を感じてみよう。焼きたてのパンの香りが洗い、市場にはクリミーなアルプス地図が並ぶ。シーグレにはヨデルの覚醒が船に向き、それはこの山々へと調和して生きてきた何世代もの人生を物たぎっている。フィングシューテックへ登って、そこからアルパインとボガンで風を感じながら刈り運るよ。海がガンザに広がるその瞬間、冒険と経済が一つになる。グリンデルワルトが持つ野生と静けさの両方がこことタンシニに語りかけてくる。バツはアルプゼまで歩いてみよう。標高2455メートルに隠されたトゥー。静かな水面にはシュレック・ホールンとフィンスター、ルホールンが映り込み、現実を超えた自然のキーがそこに現れる。完全な経済の中で、創造はその完璧な姿を気がす。やがて霧が差し込み、氷河の上にピンクやオレンジの光が映り込む。それは魂を寄す結景。こんな美しさに立ち会えたことに、自然と感謝のシャムイが湧いてくる。地元の人々はこのカニを神からの贈り物と呼ぶ。そしてその意味をあなたは一目で感じ取れる。ところで、もしこの船に心を奪われているなら、いいねでこの奇跡を背負えてみませんか？グリンデルワルトにはまだまだ続きがある。秘密のトレイルが軽い氷の洞窟へと導いてくれる。そこでは光が氷の影で踊り、まるでジャママノに守られた神秘のよう。暗いね、シャイデックの斜面で翌日を過ごしてみよう。そこはトエンセ的な登山の出発点。アイガ、メンヒ、ユングフラウの山風が並ぶ景色はまさに死を問む美しさ。そしてアルプス鉄道の音が遠くから向き、この風景に冒険と歴史が重なり合う。まるで天の手によって描かれたような成形。グリンデルワルトは終わることのないアルプスの夢。はがり峡ごとに創造の新しい表情が現れ、お一つ一つが山の永遠を映し出す。そして太陽がアイガの背後に沈む頃、最後の奇跡が私たちを呼ぶ。そこでは歴史と自然が完全に一つになる。さあ想像してみてください。次なる目的地はあなたの期待を余地かに超えてくることでしょう。ジュネブカマト歴史の宝石。アルプスのクニーグリンデルワールトを後にして私たちはスイス西部へ向かう。レマン湖のほとりに捕食のように小焼く都市ジュネブがある。ざまざまと染み切った誰に包まれたこの町は歴史、文化、そして自然が交差する場所。創造の本質があらゆる西部にまだいっている。
ジュネブに来ると完璧なバランスを感じる。高さ140メートルまで吹き上がる盆水ジェドは街の象徴。レマン語に命の叫びのように舞い上がる。その奥ではアルプスとモンブランが静かに見守り、ヨシーフルがクと5番の話の香りを運んでくる。レマン5番の遊ぶ道、プロムなどでいうラックを歩いてみよう。湖面が蔵を蹴ると恩に詰めてルシダス。ボトが分野かに進み、白鳥が優雅に追ぐ。まるで永遠の平和を守る守護者のように。それは心を干す風景、創造の衆があなたを立ち止まらせ、見つめさせてくれる。旧施設に入れば歴史の本文を感じる。シジェの道がゴシック様式のサンピエール大聖堂へと続いている。その他から目に下ろせば光る黒浅いモコン、そして街を陸ように広がる山間が感たせる。この大聖堂には何世紀もの秘密が眠っている。宗教改革の時代、ジャン・カルバンがここで説教を教えない。ジュネブは世界に染く思想のノボとなった。死の彼には今もその言葉がささやかれているよう。信仰と思想がこの町を建築ったしょう。バスティオン公園にある宗教改革の彼を訪れれば、カルバンら指導者の場所が変革の物語を語ってくれる。グルブノン並ぶ公園では子供たちの浦い声がしむき、過去と現在が優しく溶け合っている。ジュネブは歴史だけではない。ここは世界的な中心地でもある。コレンやアシシジの本部があり、外交と希望の鼓動が向いている。国際連合本部の同祖たる建物は平和と連帯の象徴。その隣でルが静かに光を反射し、理想の未来を映し出している。ガール10地区を歩けばイタリアの村のような雰囲気に包まれる。色とりどりの家、オープンカフェ、焼きたてのパンの香り。ジュネブは積廉とそぶさを融合させ、武漢を魅了し、心を温めてくれる創造の片鱗を見せてくれる。そしてイギリス市長ゲントには有名なフラワークロックがある。6500本以上の話で作られたこの実際は、自然と人のすべが調和するスイスならではの芸術。隣の雫はキラキラと動き、羽の門が優しく心を包み込む旋律のよう。レーマンクヌをクルーズして二つを家に感じてみよう。遠くに見えるアルプス最高峰モンブランの景色は儀をくたむほど。特に消し暮れしにはフラが金色に染まり、まるで神話の世界に。ヨシたちはルが古代の珍味画の物語を秘めているという。その美がこのディズニー魔法をかけている。ところでジュネブがあなたの心に触れたなら、お気に入りの瞬間をコメントで教えてください。この街にはまだまだ魅力がある。地図とワインに満ちた下の市場、そして陸上エーティストの音楽が地に命を吹き込む。
CERN 欧州原子や研究機構を連ねれば、そこは世界最大の理事化組織の本拠地。科学者たちが宇宙の秘密を解き明かそうとするこの場所は、ジュネブが目に見える世界と見えない真理を結ぶものであることを示している。炉の静けさとは、対照的なその情熱が永遠と家臣を一つにする。モンブラン通りを歩けば、整然と並ぶヨットがジュネブの深いめな追索を抽出し出す。夜になると街の光が水面に反射し、人の肌身と自然の美が溶け合う幻想的なショーが始まる。その瞬間、ここにいることに感謝せずにはいられない。ラグランジュ高原を歩けば、ネメシの鐘をタスが通り抜け、血がささやき始める。バラのアッチが歩きこり、甘い香りが空気を満たす。ジュネブはこうして、あらゆる通り、風景、そして野や山真ん中から解く風に乗って生きることを伝えている。腕がこずれると影には神秘的な藻が高い。街はクリスマスの光に包まれる。焼き入れとホットチョコレートの香りが寒さを欲し、藍白の蔵にジェードが水気を放つ。経済の中の希望の塔、それが冬のジュネブ。ジュネブは世界の交差点。ヨーロッパと世界、過去と未来、自然と人間がここで出会う。ジェドの高原から毒に住む山々のおどけさまで、イブごとに創造のレイヤーが明らかになる。それは感じること、つながること、そして大いなる何かと出会うデイ。そしてしぐれ、レマンゴのほとりに薬をしょろせば、モンブランの向こうへ太陽が沈み、中はオレンジに染まる。一瞬、時間が止まる。スイスの人々は、ジュネーブは平和の心臓という。だが、あなたは感じるだろう。それは神の人に鼓動する心でもあると。このスイスの旅では、フブリから都市へ、アクシアムから静かな樽までを滑った。そしてジュネブーのような場所が創造の一辺であることを私たちに思い出させてくれる。日が沈むこの瞬間、チャンネル登録をしておけば、次の旅も一緒に出かけられますよ。スイスは生きた神への参画。すべての今が創造主への賛美となり、進んだ数奇は神の栄光を映す永遠の気温。ラウタブルンネンの竜からマッタホルンのジェまで、スイスの奇跡は天の縫い世を高らかに語りかけている。それは理と経済が堅実に調和した祝福の地。けれども、ジュネブは中頂点ではない。それは新たな探求への超対象。スイスはカウラに届く山間永遠を出す地、そして人と自然が一つになる都市を私たちに試してくれた。さあ、目気を閉じて想像してみてください。次の鳥はどこへあなたを導いてくれるのでしょうか。このアルプスの夢はここにてグランドフィナレ。でも僕たちの冒険はまだ終わりません。次はアメリカの10の恐竜域を探検しよう。このアート画面に表示される動画でお待ちしています。さあ、大西洋を越えて新たな冒険へ出かけませんか？時間を超える砂漠から砂地に届く都市まで、
アメリカ南州国には心を温める秘密が詰まっている。今すぐ表示された動画をクリックして壮大な T の続きをあなたの目で確かめてください。世界の景気を発見しよう。それではまた次のリでお会いしましょう。